はいどうも皆さんこんにちは。今回は東條英機内閣とハルノートについてお話ししていきます。近衛文麿が目指した日米首脳会談は実現せず、その後の日米交渉でも意見がまとまらなかったため、第3次近衛内閣はとうとう総辞職へと追い込まれました。こうして次の総理大臣となったのが東條英機です。この東條内閣の間に日本は開戦し、アジア太平洋戦争へと向かっていきます。そんな東條内閣はどのように成立したのか、日本はどのように戦争へと向かったのか、この動画で確認していきましょう。第3次近衛内閣が総辞職した日、東條英機は内大臣の木戸幸一と腹を割って話し合いました。内大臣というのは天皇のそばに常に仕えて天皇を助ける役職で、新しく総理大臣を決めるとなれば大きな発言権を持っている人物です。そんな2人が話し合うとなると、当然次の総理大臣は誰かという話になります。そもそも第3次近衛内閣が倒れた原因は閣内不一致であり、その閣内不一致を引き起こした原因は御前会議で決まった国策でした。ということで木戸は東條に対して、御前会議で決まった国策は再検討の必要があると述べたところ、東條もそれに賛成し、国策を一度白紙に戻して再検討すべきだ、この決定は癌だと主張しました。ということで次の総理大臣は国策を白紙に戻して再検討できる人物が望まれます。さらに東條は、もはや我々だけでは難しい、天皇の力を借りるしかないとも考えていたため、次の総理大臣は天皇の意向を直接聞ける人物がふさわしい、皇族の人物がいいだろうと主張しました。こうして国策の白紙再検討、皇族という2つの条件を満たす人物として東国宮成彦王を次の首相に推薦します。しかし木戸はこれに反対しました。もしも皇族内閣が改選して敗北した場合、責任は天皇にまで及ぶ。それは絶対に避けなければならない。そのように考えたのです。そこで木戸はこう考えます。東條は国策を白紙再検討すべきだと考えている。そして彼はこれまでの事態の経緯も十分に知っている。しかも彼の天皇に対する忠誠心は本物だ。東條なら天皇の戦争回避の意思に応えられるだろう。彼を総理大臣にして国策を再検討させ、アメリカとの戦争を回避しよう。そのように考えたのです。こうして次の総理大臣を決める会議で木戸は東條英機を推薦。まさか自分に大命が下るとは思っていなかった東條は、担うべき責任の重さに衝撃を受けながらも、天皇の信頼に応えるためにこれを引き受けます。こうして東條内閣が成立しました。こうなるとすべきことは一つ、御前会議で決まった国策を白紙に戻して再検討し、アメリカとの戦争を回避することです。しかし、もしもアメリカとの戦争を回避できたとしても、陸軍が言うことを聞く保証がありません。日中戦争で多くの人々が死んでいった。それなのに中国から撤兵するのかと言って陸軍が動揺する可能性もあったし、すでに家族を失った国民が同じような主張から暴動を起こす可能性がありました。ということで東條はそのような事態に備えて陸軍大臣と内務大臣を兼任します。こうすることで陸軍と警察への影響力を確保して事態を収拾する体制を整えたのです。こうして新しく成立した東條内閣の下、国策の白紙還元が行われ、大本営政府連絡会議で再検討が行われていきます。しかし問題は陸海軍の統帥部がもともと再検討には乗り気ではなかったことです。国策の再検討のための会議が始まると、長野軍令部総長は1時間に400トンの石油を消費するので早く決めたいと発言し、杉山参謀総長はすでに開戦は1ヶ月引き延ばされている。研究に何日もかけるわけにはいかないと発言しました。それ以降も参謀本部と軍令部は、開戦するなら資源がある分早い方がいいという考え方を続けており、交渉を打ち切り即時開戦を主張していったのです。これに対して陸軍大臣と海軍大臣は、日米交渉で最後の努力をするべきだという立場でなかなか話がまとまりません。ところが大本営政府連絡会議の最終日、16時間を超える激論が繰り広げられる中で、島田海軍大臣から予想外の発言がなされます。数日間の会議の空気から考えると、体制を動かすことは難しい。この際、戦争の決意をすべきではないかと言って開戦論に転じたのです。
そもそもこの海軍大臣である島田重太郎という人物は誰かというと、彼はほとんど第一線の艦隊と軍令部の勤務だけで海軍大将まで昇進してきた人物であり、それまでに海軍省での勤務経験がない人物でした。つまり政治について全く未経験の状態で海軍大臣に就任させられたのです。ではなぜそんな人物が海軍大臣になったのかという話ですが、要するに重大な責任を押し付けられたというのが実情でした。一つ前の海軍大臣である及川小四郎からは何の引き継ぎもなく、ただ金庫の中に書類が入っていると言われただけで、短時間でその書類に目を通して当時の情勢を理解し重要な決断をしろという方が無理な話だったのです。そんな島田は会議の直前に前軍令部総長の伏見宮広安王と面会しており、速やかに開戦しなければチャンスを逃すと勧告されていました。このような状態に置かれた島田は周囲に流されて、ついに海軍が開戦論でまとまったのです。これには陸軍も驚きました。海軍がアメリカとの戦争は不可能だと言ってくれるだろう、そう期待していたのに予想外に海軍が開戦に傾いたからです。陸軍はこれまでに軍事と政治をリードしてきた張本人でした。今になって自分たちの口からアメリカとは戦いたくないなんてことはとても言えません。こうして陸軍も覚悟を決めるしかなくなったのです。このような会議の結果、第1案、戦争することなく臥薪嘗胆する。第2案、すぐに開戦を決意し戦争により解決する。第3案、戦争決意のもと作戦準備と外交を並行させるという3つの案のうちどれを取るかという段階に入りました。第1案についての検討では、長野軍令部総長が耐えたところでどんどん資源は減っていく、そうなればアメリカとの国力差はどんどん広がっていく、日本は危険な状況に追い込まれていくと主張。第1案を積極的に支持する人がいない中で第2案の検討が行われます。これを最も強く支持していたのは参謀本部で、資源がまだ残っている今こそ立ち上がるべきだ、遅ければ遅いほど資源はなくなる、早ければ早いほどいいという考えでした。しかしそのような強硬意見には当然第3案を支持する人々から反対意見が上がってきて、結局のところではいつまで外交を続けるのかという話になっていきます。こうして最終的に第3案が採用されることとなり、外交は12月1日0時までと決められました。これが決められたのは11月1日、つまり残り1ヶ月です。この間にアメリカとの交渉を終え、戦争を回避することに望みが託されました。さて、こうなると次はアメリカに提示する外交条件をどうするかという具体的な話になっていきます。こちらもすでに議論は進んでおり、以前よりもアメリカに譲歩した案がまとまっていました。しかし外務大臣の東郷はここで、これまで議論されたことのない新しい案を提出します。それは南部仏印から撤兵するから通商を再開してくれという案でした。この2つの案はそれぞれ公案、乙案と呼ばれるようになり、まず公案でアメリカに提案してみて、それでダメなら乙案を提示するという二段構えの形を取るようになります。こうして白紙に還元された国策は再検討を終え、日本は新しい国策を決定しました。その内容は、現在置かれている危機的な状況を打開して自存自衛を全うし、大東亜の新秩序を建設するためアメリカ、イギリス、オランダとの戦争を決意する。そして5つの措置を取る。1つ目が12月初頭までに陸海軍は準備を整える。2つ目は対米交渉は公案、乙案によって行う。3つ目はドイツ、イタリアとの提携を強化する。4つ目は武力発動の直前にタイと軍事的緊密関係を樹立する。5つ目は対米交渉が12月1日午前0時までに成功すれば武力発動を中止するというものでした。これを受けて陸海軍は戦争態勢に完全に移行し、作戦準備へと取り掛かります。陸軍では南方軍総司令官の寺内久一、海軍では連合艦隊司令長官の山本五十六が動き始めました。陸軍では各軍に対してフィリピン、タイ、ビルマ、ランイン、マレー、グアムなどどの方面を担当するかを割り振っていき、海軍ではハワイを攻撃するための軍勢が準備地点である択捉島へ集結、いつでも戦えるような体制が整えられていきます。それと並行して外務省は日米交渉へと取り掛かっています。
日本は予定通り、まず最初に港湾での交渉を始めていきます。港湾の内容は、まず通商無差別問題に関しては、無差別の原則が全世界に適用されるならば、太平洋全域、つまり中国でもその原則が適用されることを認めるというもので、日本が有利になるよう経済提携は行わないと譲歩しています。次に三国同盟問題については、これまで説明してきた通り、日本が自主的に決定し行動する、つまり参戦するかしないかは日本が自分で決めると主張しました。最後に中国撤兵問題については、実際の名前を挙げて場所を特定した上で、そこでの駐兵期間に25年という期限をつけ、それ以外の地域は2年以内に撤兵するという内容でした。つまり中国駐兵問題を除けば、実質的にアメリカ側の主張を受け入れていたため、アメリカとの間で議論となるのは中国駐兵問題になることが予測されていたのです。しかしすでにアメリカは日本の外交電報を全て解読しており、おつさんの存在も知っていたし、なんなら日本が外交交渉の裏で戦争の準備を進めていることも知っていました。そんな状態だったので、当然港湾での交渉は頓挫。日本はおつさんをアメリカに提出します。おつさんの内容は、日米両国は仏印以外の東南アジア及び南太平洋に武力進出を行わない。日米両国は乱印の物資獲得について協力する。日米両国は通商関係を資産凍結前に戻し、アメリカは石油の対日供給を約束する。アメリカは日中和平の努力に対する妨害行為を行わない。これらの取り決めが成立すれば、日本は南部仏印の兵を北部に引き上げるというものでした。さて、当時のアメリカはドイツとの戦いを優先させたい、フィリピンの戦力増強のために時間的猶予が欲しいと考えていたため、このおつ案に関心を示します。ということで、ハル国務長官は石油の輸出禁止を3ヶ月間解除してはどうだろう、その間におつ案で交渉を続けたらいいのではないかと考えました。このことを関係国であるイギリス、オランダ、中国などに提示し、意見を聞くと、オランダは日本が南進してきたら困ると考えていたため、3ヶ月間の解除に賛成しましたが、中国は反対しました。日本と手を結ぶのはやめてくれ、中国の抗戦意欲に打撃を与える、中国を見捨てないでくれ、そのように主張したのです。こうしてイギリスの意見に注目が集まりましたが、イギリスの意見は反対でした。もしも今日本と手を組んでみろ、中国は見捨てられる形になる。それを見たソ連はどう思うだろうか。次は自分が見捨てられるかもしれないと考えて、ドイツと講和を結ぶ可能性がある。そうなればドイツの軍勢は再びイギリスに押し寄せてくるだろう。つまり中国を見捨てたらイギリスが崩壊する可能性がある。そう考えたイギリスは日本と手を組むことに反対したのです。これを受けてハル国務長官は3ヶ月間の解除を断念。日本のおつ案に対して回答します。この回答がハルノートです。その内容は、中国仏印からの無条件全面撤兵、南京にある王朝明政権の否認、三国同盟義務からの離脱、それらを求める強硬なもので、要するに全てを満州事変前の状態に戻すことを要求する内容でした。日本が港湾、おつ案という形で曲がりなりにも妥協を示したのに対し、アメリカは最終段階で突如として条件を釣り上げたのです。これによって日本に残っていた日米交渉へのわずかな希望は打ち砕かれ、これまで全力を尽くして戦争を回避しようとしていた人々はその熱意を一挙に失ってしまいました。こうして大本営政府連絡会議では、もはや何の論争が起きることもなく、開戦決定を行う御前会議の原案が作成され、これに従って御前会議が開催されます。アメリカとの交渉はついに成立せず、日本はアメリカ、イギリス、オランダに対する開戦を決定したのでした。